結局最後は手放すことを手放すのかもしれませんね。これまでいろいろ物を減らしてきて、で、減らすことには限界があるんですよね。うん。これがポイントで、その物を増やすことには限界がないんですよ。もういつまででも増やせるじゃないですか。で、家の中いっぱいになったとしても、外に倉庫を借りたりとか、で、家を大きくしたりとか、ものすごく増やそうと思えば増やせると。でも減らすことにはね、やっぱ限界があるんですよね。で、一番最小の単位が、やっぱり自分の体一つっていうことです。で、それ現実的には無理なんですけど、極端に言えばの話ですよ。その裸でね、体一つっていうのが人間の持ち物の最小単位で、でもそこまでいかなくても、数を減らしていくと、ある程度で打ち止めが来るわけですよね。で、僕も一番少ない時で44個とかの持ち物の時ありましたけど、なんかね、その時って、44個になったとしても、その買い替えとかをするから、結局物を買って捨ててっていう行為を繰り返していることになるんですよね。やっぱどうしても他にもっといいものがないかとか、なんかもっと使いやすいものあるんじゃないかとか、で、いろいろ探しては買って探しては買ってみたいなことをやっていくと。でもそれにも限界がやっぱりあって、当然。やっぱり歯ブラシとかね、をひたすらいいものを求めて買うわけにはいかないじゃないですか。さすがに10個ぐらい試したら、その中で自分にとっていいものっていうか使いやすいものとかがわかるし、で、これで満足できるなっていうラインがね、出てくるわけですよね。で、結局やっぱりいろいろ減らしていく中で、そういう限界が来て、で、一時期そのリプレイスみたいなものが、そこで出てくるんだけど、打ち止めが来ると。で、これ多分人によってこのタイミングが来るのは、多分人によって違うんで当然ね。で、追い求めていくこともできる。際限なく、自分のものをリプレイスしていくことはできる。ただ、ある程度で止めた方が、ハッピーになれるんじゃないかなって思ってます。で、実際、僕はね、もう止めてるんですよ。で、この間ちょっと新しい服とかも、買ってしまったんですけど、でもそれは季節的なものというか、そのアイテムがやっぱり夏に欲しくなるとか、冬に欲しくなるとか、服ってそういうちょっと季節もののようなところがあるじゃないですか。それでもやっぱり年中使えるような、季節に左右されないっていうワードローブを目指していたんですけど、でもちょっと夏に今年はシャツ着てみるとか、それだけで楽しくなるんですよね。むしろ全然買ってなくて、シャツ1枚だけでいいやみたいな、そんな感じで、何が言いたいかというと、言いたいことは特に何もないんですけど、そういうふうになるべく早くね、気づけた方がいいなっていう。ただ、本当に人によって違う。やっぱり試していくってことは大事なことで、で、それが一つの面白さではあるんですよね。50個なら50個ってしたときに、その50個の枠の中で、どれだけ面白いものを探せるかとか、一つの有限性の中で、自分が欲しいものとかね、自分が気になるものとかを試して使っていくと。で、そういう中で本当に自分のお気に入りというか、とびっきり好きなものに出会えるっていうことだと思うんで、だから増やすことは有限がないけど、減らすことには有限があるっていうこと。ただ有限はあるんだけど、そこで罠にはまってしまうと、いろんなものをリプレイスする形で買っていく。買っては交換していくっていうループが続いていくっていうこと。
結局やっぱそれをそのループを止めた方がね、早めに止めちゃった方が、楽しくなると思います。結局その数とか減らすことだけが目的化してしまって、そうなってくると、ミニマリズムをツールとして使えてないというか、目的化してね、それだけが目的になっちゃうんで。だからあくまでもそこで、ある程度で打ち止めしといて、で、打ち止めすると今度他のことに集中できるようになりますね。やっぱり少ないもので何か作っていく。そういうことをテーマに僕はしてるんですけど、少ない道具で作っていく。で、もうそっちに早く取り掛かった方がいいなって思います。一回数を減らして、ある程度固定して、固まってしまったら、ちょっとはリプレイスしてもいいかもしれない。ちょっとはいいもの探してもいいかもしれない。ある程度で打ち止めして、あとは自分のやりたいこと、やるべきことに全集中していく。そうすると、今度ね、そっちに持っていければ、注意力がね、そっちの方面で発揮されるので、成果が出るんですよ。で、成果が出たら、今度その時にはまた自分に合う道具とかが変わってるはずなんで、だったらそこでもう一回新しいものを選び直せるっていう、しかも自分がちょっと成長していたりとか、新しい視点で新しいものを選び直せるってことも起こるので、そんな感じで、手放すっていうことをもうやめてみる。手放すってことを手放してみるっていう。そんな感じがいいんじゃないかなって思います。夏の長野の村からお送りしました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の冒険でお会いしましょう。チャオチャオ。